こんにちは、千代子です。おいでいただきありがとうございます。世界的な物価高騰とかあれやこれやで泥棒に入られたなんて物騒な報道がちょっと目立ってきた今日この頃、一般家庭用の防犯カメラや監視カメラもよく売れているようですね。今回のチャレンジは家で余っていたウェブカメラを主に室内で使う監視カメラにすることです。人の動きがあれば察知して記録し、外出時でも知らせてくれるようにします。材料はウェブカメラ以外に必要なのはラズベリーパイだけです。赤外線の人感センサーなどをつなげる必要もありません。ラズベリーパイ、皆さんがラズパイと略して呼んでいる小さなコンピューター。最近ホームセンターや家電量販店、大型スーパーでも売られている家庭用の監視カメラはいかにもそれとわかる外観で、あなたのやっていることを見てますよとこれ見よがしな効果もあるかもしれませんね。監視カメラだぞ、ここはわしが見張っとるんじゃ恐れ入ったかというかっこいい見た目はそういう市販品にお任せするとして、今回セットするウェブカメラにはむしろ逆にさりげなく撮影してもらうことにします。隠しカメラというほどでもないのですが、見張られ感をちょっと抑えた感じで、例えばこういうところとか、シールは似たような形のカメラが複数あるので個体区別のために貼っています。モーションアイというアプリを使えばリアルタイムで画像処理ができるということなので試してみます。この子につながっているラズパイが部屋の中に変わったことがあれば感知して SD カードに動画を保存し、同時にメールでも知らせてくれています。今のところ幸いにして外出時に受信したことはありません。最新のラズパイ5はちょっとしたノートパソコン並みの性能ということになっていますが、その分お値段もそこそこします。今回モーションアイを入れるために入手したのは今更のラズパイ 3B プラスです。ラズパイと一緒に注文したのがこちらのケースと電源アダプターのセット。公式のものではないのですが、冷却効果がまず良いとレビューにあったので試してみました。ラズパイ 3B プラスはそこまで熱くならないからケースはなくてもいいと後で読んだのですが、むき出しっていうのも不安だし、いいか。うちに転がっていた外付けのキーボードとマウスをつなげたところです。ちなみに私は Bluetooth ではなくて有線派なんです。 OS はモーションアイ OS というモーションアイ専用のラズパイ OS もあるのですが、結局オーソドックスにラズパイ推奨のラズベリーパイ OS というそのまんまの名前の OS を入れました。いろいろ検索してみるとモーション iOS はここ数年更新されていないということですし、また潰しが効くということで賢者の皆さん方がラズベリーパイ OS の方を推奨されていたからです。準備はいつも使っているパソコン上で行いました。最新の安定バージョンの OS の入った SD カードを作って、それをラズパイのカードスロットに入れて立ち上げます。私は新しい OS を入れた時にまずするのが壁紙を変えることなんですけど、このデフォルトのブルーの壁紙なかなか素敵だなと思ったのでそのままにしておきます。こういうセットアップはラズパイ用のモニターを持ってないので HDMI ケーブルでテレビにつないで行いました。ひとまず設定が落ち着いて Wi-Fi なりイーサーネットケーブルなりでネットにつながったら SSH とか VNC を使っていつものパソコン上でリモート操作できるようになったので、テレビにつないでおく必要はなくなりました。 OS が無事に入ったらモーションアイのインストールです。こちらのサイトに書かれている手順に従いました。ステップを飛ばしたり順番を間違えると
うまくいかなかったり修復するのがちょっと面倒だったりするので注意が必要です。うまく働くといいなとウェブカメラをラスパイに差し込みました。ラスパイ上に立ち上げた Firefox などのブラウザでローカルホスト:8765を開くとモーションアイのログイン画面が出ますが、もうネットにつながっているのでラスパイのリモート画面ではなくて家の中のパソコンのブラウザからも直接ログインできます。例えばラスパイの IP アドレスが 192.168.1.1 だった場合 192.168.1.1 でコロンで8765とアドレスを入れれば同じ LAN 内のパソコンや他のラスパイのブラウザからアクセスできます。初回はユーザー名をアドミン、パスワードは空欄でログインします。まずはカメラ、これだとどうかな、見つけてくれるかな、つながってるかな。これでライブ映像が確認できますね。設定に行ったら真っ先にパスワードは設定しておいた方がいいでしょうね。動作察知して静止画や動画をセーブするとかメール通知を出すとかいろいろ設定できます。動作察知には映像の無視したい部分を隠すマスクを設置したりパラメータをいろいろ調節したりなどもここで設定できるのですが、とりあえずはデフォルトのままでいきます。ラスベリーパイ4以上だったら外出先、すなわちプライベートネットワークの外からでもラズベリーパイコネクトというサービスを使ってアクセスできますが、残念ながらラスベリー3は対応していません。ですが動作察知の時はメールで知らせてくれるし、静止画なら添付して送ってくれます。動画はクラウドなどにプッシュする方法がなきにしもあらずのようですが、私は使いこなしていません。その代わり動画データやライブ映像の確認が必要な場合は家の中のパソコンにリモートアクセスしてそこからラスパイのファイルを取り出すなどして対応しようと思っています。手頃に準備できた監視カメラ、工事不要、サブスク料も不要。今回ラスパイは新たに入手しましたけど比較的お安い低スペックモデルです。でも結構使えます。うちに余っている他のウェブカメラをカメラ2、カメラ3として追加してテストしてみましたが大丈夫でした。しばらく使ってみて様子が分かってきたらどれぐらいセンシティブに感知するとか無視したい領域とかその他各種調整も自分でできます。そしてデータを自分で管理できるっていうのも私にはチャームポイントです。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたぜひいらしてくださいね。